今日は4位から6位をお届けします。皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は歌舞伎座初日、これから夜の部です。今月昼の部、仁左衛門さん人気でしょうか、チケットが取れませんでした。残念です。ということで今月は初日に夜の部、そして2日目に昼の部を見た上で、私のランキング、そして感想解説をお届けします。ぜひ皆さんいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今月いろいろ人物相関図をお見せしますけども、それは歌舞伎愛の方に掲載します。そちらで印刷できるようにしますので、そちらもご利用ください。それでは歌舞伎座初日行ってみましょう。楽しみです。レッツゴー。それではこれらからランキングを発表します。私のランキング3つの観点からつけてます。1つ目は私のドーパミンが上がるか、ドキドキするか、ワクワクするか。そして2つ目は私がまた見たいかと、もう一度見たいか。そして3つ目は歌舞伎を初めて見る方、または歌舞伎を見始めた方にもお勧めしたいか、分かりやすいかという観点の3つです。ぜひ私のランキングも参考にして一幕見席でご覧ください。やはり生を見るのに限ります。それではこれから今月のランキングを発表します。まず4位から6位を発表します。まず第6位。第6位は元禄忠臣蔵お浜御殿豊砂京です。今お浜御殿綱豊京が終わりました。なかなかこれは難しい演目だと思いました。大正から昭和にかけて活躍した真山聖華さんの作品です。そして元禄忠臣蔵という忠臣蔵を元にした話です。今日私は B プログラムで綱豊京を松屋さんがやった回を見ました。A プログラムは仁左衛門さんです。私仁左衛門さん版を見たことがあります。この物語は浅野内匠頭が吉良上野介を討った後どうすべきかという話です。四十七士の討ち入り前の話です。で、浅野家の再興を認めるべきか、それとも四十七の中では討ち入りをしたいという動きもあるようだと。じゃあそれをお上としてどうすべきかと。徳川家の第5代将軍綱吉公の次の第6代の家信が着任する前の名前を綱豊京と言って苦悩を浮かべます。もう一人の主人公の富森助右衛門、これを隼人さんがやってますの妹のお清、莟玉さんがやってます。莟玉さんのお清のとこにお家再興を綱豊京から将軍に行ってくれという文が届きます。でそこに浅野家の家来だったとこの助右衛門で綱豊京のとこに来て、浅野家をどうするつもりだというのを聞きます。ロジック的には浅野家の方で大石内蔵助は実は京都、島原なんかで、お酒浸りだと。でもそれはもしかすると自分が討ち入りをしたいという画策を隠しているのかもしれないと。逆にこの綱豊京も実は遊びにふけってます。お酒とかお能とか遊びにふけっていると。でも実はそれは大っぴらに綱吉の後釜を狙っていると思われたくないからだと。それぞれ身を隠すと、世の中の注目を
浴びないようにするための画策という心があります。そして綱代豊京、浅野家の再興もしてあげたいけども、でもその武士、侍としてはきちんと忠義のために敵討ち、仇討ちもすべきじゃないかという悩みもありますという話です。で、助右衛門、それを問い詰める。綱代豊京、最後はきちんと仇討ちをすべきじゃないかというふうにも語ります。で、そのためにも吉良上野介が今晩うちに来るけども、単に闇討ちなんかするなと、そんなことは武士のすることじゃないと言い聞かせます。でも最後の10分、この10分がすごいんですけども、おのおの能装束を着た人物を助右衛門は吉良上野介だというふうに思って槍で刺そうとする。でも実はそれは綱代豊京だったと、綱代豊京に諭されると、そこの衝撃の最後の10分がありますというところですけども、途中やはりずっとこれ、語り中心のセリフ劇なんで、全く音楽もないんですよね。三味線も全然やりません。ちょっとそこが今だと辛いかなという気がします。で、これなんで、松屋さんじゃなくて仁左衛門さんがやると心を打たれるのかとちょっと考えてみました。実はこれ私なんかは、仁左衛門さんの四段目、などで、散々大石内蔵助をやってる姿が目に焼き付いてます。大石内蔵助として仁左衛門さんが四段目で、酔って遊んでる。でもたまにキーッと鋭い顔になって、で討ち入りのための画策をするというところを目にしてるから、立場は違えどその吉良上野介を討とうとしてる、それを助けたいと思ってる、そしてそれが武士の本懐だと思ってるという綱代豊京を仁左衛門さんがやると、なんかその両者の心が自分の心の中で一つになって、忠臣蔵というものがつながって深く感動するというところがあるかもしれません。これをちょっと片側だけだと松屋さんとても頑張って立派に演じているんですけども、感動量は少ないのかなというふうに思いました。そして先ほど言ったように少し無音ですし、セリフばかりの応酬だというところでもう少しテンポが欲しいという気もしました。これはあくまでも私個人の意見です。ぜひ皆さんご覧になって自分で確認をしてください。真山聖華さんの野心作元禄忠臣蔵、小浜御殿豊綱京でした。第5位は恵みの喧嘩、神の恵み和合の取り組みです。今神の恵み和合の取り組み、通称恵みの喧嘩が終わりました。最後はこの火消しの恵み対相撲の力士たちという、争いの場で終わりました。数えてみたら、最後そこは恵みは35名の飛びたち、そして力士たちは25名の大人数での大立ち回りでした。やはりここが見どころですね。話自身はこれは江戸のプライド、男の意地を守るためにという話です。これは1805年文化2年に実際ね、芝の
神明の境内で実際に起こった鳶と力士の喧嘩を素材としているそうです。実はこれ、シネマ歌舞伎にも、勘三郎さんが主役でなっています。今回はそのめぐみを率いる辰五郎を團十郎さんがやってます。そして力士の四つ車、これを芝さんがやってます。芝さんちょっと体調良くなかったという話もあったんで、本当に今日立派に務めてました。そして、素敵だなと思ったのが、この辰五郎をけしかける、女房役の千尺さん、お腹、切符の良さと愛情がこもっていてよかったです。そのせがれを秀之助くんが可愛らしく務めていました。大きい話、最初に品川の島崎楼という、昔の品川にあった遊郭が出てきます。酔った右團次さん、そして、それをなだめる歌唱さんの藤松が力士たちの宴会と絡んでしまう。そこは一旦喧嘩になりそうでしたけども、辰五郎が収まる。もうその時に、武士に守られている相撲力士たちよりも格がしたと言われてプライドを傷つけられると。そしてその後、神明社で芝居小屋が出てきます。まさに義経千本桜の看板が出てましたけども、昔のその歌舞伎小屋の雰囲気、ぜひ見てください。そこでも喧嘩が起こり、その鳶たちを力士が止めるというのもあります。そこに出てきたおめぞうさんも迫力があって良かったです。九龍山浪右衛門。今回芝さんもがっしりして堂々と体格があったし、おめぞうさん似合ってました。でもそこで結局力士たちに止められてしまって、でもまた辰五郎が、武家たちをたしなめる。でその後辰五郎の自宅のシーンで辰五郎が密かに、自分はもう命を捨てて、久美を連れて仕返しをするんだというのを心に誓う。でもそれを見せない。それで、女房のお腹は育児なしと。私はそれだったらそんな育児なしと結婚したつもりはないと。で離縁すると言います。でもそこで結局辰五郎は自分の決意を、口にする。お腹喜ぶ。そして送り出す。ということで、その最後の大詰めの神明町での場になります。相撲小屋で、一場所終わったということで、鳶の恵みのみんなが襲いかかりますということで、ここを見てください。少し変わっているのは、相撲の上りを使った立ち回り、力士が俵を使ったり、または椅子を使ったりと、いろんな立ち回りが見られます。身軽にひょい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 コロコロコロと、転がったりと、または虎之助さんがたっぷりコミカルに見せたりというところもありますので楽しんでください。今日初日だったせいもあるかもしれませんけども、ちょっとまだまだ役者さん声が出てないなというふうに感じるところもありました。團十郎さんもビブラートのかかったハイトーンの声なんですけども、まだまだもっと出るというふうに思います。まるで杉良太郎のような團十郎さんでした。そして最後は幸四郎さんがまるで鬼江半花鳥のように出てくる。そして、はしごを使って空から飛び降りる。そして全体を収めるという物語でした。結構團十郎さんの前には、四代目の菊五郎さんもやっていましたし、世話物で、
江戸を感じられる演目でした。以上、恵みの喧嘩、神の恵み和合の取り組みでした。これシネマ歌舞伎で勘三郎さんがやったというふうに言いましたけども、そしてそのまたお父さんの、勘三郎さんの話を世田谷文学館で行います。7月16日に行います。その勘三郎さん、そしてあと歌右衛門さんの話も元国立劇場で制作をされていた神山先生からお伺いする予定です。毎月こういう歌舞伎をより楽しく見るため、知識をつけるための講演やってますので、よろしければください。そして第4位。第4位は、時は今、帰郷の旗揚げです。今、時は今、帰郷の旗揚げが終わりました。一言で言うと、これは本能寺の変を描いた作品です。四世鶴屋南北です。先月の神かけて三後大雪に続いて今月も南北でした。いやー、さすが、神かけて三後大雪、もう最後、あれだけ人を殺して最後は忠義ということで忠臣蔵の仇討ちに参加する主人公。今回も前半でみんなの前で18人の前で散々バカにされた、その屈辱に耐えて後半本能寺の変を決意すると。でもその光秀をたっぷり怪しく狂ったように描いてありました。この話の中では明智光秀が武智光秀、幸四郎さんやってます。そして織田信長を織田春長、これを松屋さんがやってます。森蘭丸は森蘭丸そのまま染五郎さんです。でももう光秀、そして信長と言いましょう。まさに今 NHK 大河ドラマでやってます、豊臣兄弟。その中では織田信長は小栗旬がやっていて、そして光秀を要潤がやってます。大河の織田信長は結構悪というか、ぐぐぐぐっと自分で、寄ってきて、むちゃくちゃなハラスメントパワハラを行うんですけども、この物語の松屋さんは、きちんと、上からパワハラをしていました。そのパワハラですけども、秀吉から生けた紫陽花と昼顔の花が良くないというふうに難癖をつけられる。そして場たらいというたらいで酒を飲めというふうにけしかけられる。二つ目、中国出兵中の秀吉に従えと。で、三つ目、光秀を馬に例えて靴輪を投げつける。そして四つ目、光秀が欲しかった日吉丸という刀を別の者に渡す。そして五つ目はなんと光秀の奥方の切り紙をなんと光秀に与える。昔貧しかった頃の光秀の屈辱をかき立てました。あと、そこに耐えるこの幸四郎さん、ここに額があるのは、まるで二期男女のようでしょうか。実悪と言いますけども、悪役だけども、いろいろ考えながら動く役です。そして幸四郎さん、実は今年初めて、息子の染五郎さんと共演するそうです。染五郎さん森蘭丸やってました。あと、NHK の女形番組
に出ていた米吉さんが、この幸四郎さんの光秀の妹役やってます。ぜひ、この美しい米吉さんの役、テレビで解説していた、化粧の仕方とか、この着物の袖を、うまく畳んで、座る姿とか、立ち居振る舞いも美しかったです。そういう桔梗という役やってる米吉さんも見てください。全体少しスポイロ感には欠けると思います。やっぱり語りが多い物語です。ということで、本当に最後17分間盛り上がりますんで、そこまできちんと物語をしっかり把握しながら見るといいというふうに思います。最後は團十郎さんも出てきて、二人で、この憎き信長、春長を討つということで、はっ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 はということで、怪しく狂ったように笑って終わりました。ということで NHK 大河連動してる時は今、桔梗の旗揚げ、本能寺の変でした。以上、歌舞伎座から今月もお届けしました。あと、最新の情報、歌舞伎愛に載せています。そして毎週 LINE 公式で情報発信もしてます。ぜひ歌舞伎のポータル歌舞伎愛にも情報が出てますんで、ぜひご覧ください。ということで、7月の歌舞伎座、初日2日目からお届けしました。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。それでは